こんにちは。ソニック研究員のケイティです。今回は、2022年に発売された次世代ソニック1作目、ソニックフロンティアのストーリーをご紹介します。前作から約5年の時を経て発売された今作には、広大なフィールドを縦横無尽に駆け回れるオープンゾーンをはじめ、ソニックの進化を期待させる要素が数多く盛り込まれています。そして、そんな素晴らしい要素の一つが、近年のソニックシリーズでは珍しい、シリアスで重厚なストーリー。主人公のソニックをはじめ、テイルスやエミー、ナックルズ、エッグマンなど、ソニックシリーズの主要キャラクターたちが、非常に見応えのある、素晴らしい物語を紡いでいきます。歴代ソニックシリーズのネタもふんだんに盛り込まれていたため、過去作を遊んだことがある方は、特に心をわしづかみにされたことでしょう。ところが、今作のストーリーは非常にボリュームがあるがゆえに、その全貌を把握するのがかなり大変です。人によっては、買ったはいいけど最後までたどり着けなかったという方もいるかもしれません。そこで今回は、生粋のソニックマニアである私ケイティが、このソニックフロンティアのストーリーを徹底解説していこうと思います。クリアしたけどどんな話かいまいちわからなかった。ゲームやる時間はないけどストーリーは気になってたんだよね、という方は、ぜひこの動画を見て、ソニックフロンティアの物語を追体験してみてください。それでは、早速始めていきましょう。物語の舞台は、多くの古代文明の遺跡が残された謎多き島、スターフォール諸島。すっかり日も落ちた暗闇の中で、一人の男が遺跡の前に立っていました。その男の名は、ドクター・エッグマン。これまで何度も世界征服を目論み、その度に何度もソニックに打ち倒されてきた、悪の天才科学者です。彼はスターフォール諸島に隠された古代人の技術を手に入れ、今度こそ世界を我が物にしようとしていました。エッグマンは目の前の遺跡に小型のメカを取り付け、あらかじめ作っておいたハッキング用 AI、政治を起動。長い間眠っていた島のシステムを、次々に目覚めさせます。作戦が順調に進み、ご満悦なエッグマン。しかし次の瞬間、先ほど遺跡に侵入させた AI、政治が突然暴走を始め、エッグマンは遺跡の中に吸い込まれてしまいました。ところ変わって、こちらはソニックたちご一行。カオスエメラルドの反応を感知したソニックたちは、エッグマンの手にエメラルドが渡るのを防ぐべく、エメラルドの反応があったスターフォール諸島に向かっていました。ここにカオスエメラルドの反応があったのか。俺たちの手で阻止しないとな。もはやエッグマンとの戦いも日常茶飯事になってしまったソニックたち。その表情には余裕の色が伺えます。というかむしろ楽しそうです。旅行にでも行くのかな。そんなソニックたちがスターフォール諸島の上空に差し掛かった時、突然、飛行機の制御が効かなくなります。そしてそのままソニックたち3人は、空に開いた不思議な穴に吸い込まれてしまいました。気がつくとソニックは、以前冒険したことのある、グリーンヒルにいました。そしてグリーンヒルを駆け抜けると今度は、見知らぬ孤島に取り残されます。辺りを見回してみるソニックですが、さっきまで一緒にいた、テイルスとエミーの姿は見当たりません。すると突然、どこからか謎の女性の声が聞こえてきました。己の力で電脳空間を克服した奇跡のもの。お前こそが解決の鍵となる。ここはスターフォール諸島。誰の記憶からも忘れられた島。どうやらさっきのグリーンヒルは電脳空間と呼ばれる場所のようで、今いるこの場所は、目指していたスターフォール諸島のようです。ソニックは声の主に対し、試しにテイルスとエミーの居場所を尋ねてみます。しかし、無視されてしまったソニック。ですが、ダイヤモンド並みに硬いメンタルを持つソニックは、こんなことではへこたれません。面白くなってきたぜ。そうつぶやくとソニックは、離れ離れになった仲間を探すために、スターフォール諸島第一の島、クロノス島に駆け出しました。島を散策していたソニックは、謎の赤い球体を見つけます。ソニックが中を覗いてみると、なんとそこには、一緒にスターフォール諸島を目指していた、エミーが閉じ込められていました。ソニックは安堵した表情を浮かべ、赤い球体を壊し、エミーを救出します。すると、エミーを捉えていた赤い球体の一部が、ソニックの体に入り込んできました。明らかに体に悪そうですが、ひとまずなんともなさそうなソニック。むしろ、エミーの体のことを心配します。というのも、エミーの体はなぜか半透明になっており、しかもソニックが触れようとしてもすり抜けてしまうのです。エミーが語るには、今の姿は魂だけの電脳体であり、本体は電脳空間に囚われているのだそう。この言葉を聞いたソニックは、エミーを助けるためのヒントを探すために再び走り出し、島中を探索します。そんなソニックの前に、突然巨大な機械生命体、魚神と、白い髪の少女が立ちはだかりました。ソニック・ザ・ヘッジホッグ。音速のハリネズミ。少し機械混じりの声でそうつぶやいた少女は、隣の巨神、ギガントに信号を送り、ソニックに襲いかかります。あまりに突然の出来事でしたが、さすがは我らがソニック。すぐに状況を判断し、ギガントに応戦します。しかしいくらソニックといえども、この体格差はさすがに厳しい。ギガントの巨大な手に捕まり、そのままピッチャー振りかぶって、投げたー。ソニックの初戦は、苦い敗退となってしまいました。奴に勝つためには、カオスエメラルドを集めてスーパーソニックになるしかない。そう考えたソニックは、島に存在するカオスエメラルドを探し始めます。一方その頃、相変わらず半透明のエミーは、ココという謎の生命体と出会い、話をしていました。そのココは、どうやら友達とはぐれてしまったようです。
そんな話を聞いたら、放っておくわけにはいかない。ソニックは、エミーを元に戻すこと、カオスエメラルドを集めてギガントを倒すこと、そして、ここの友達を探し出すことを目的として、再び走り出すのでした。島を散策する中でソニックは、数々の困難に直面します。様々な電脳空間を駆け抜け、迫り来る敵を打ち倒し、迷子のココたちも助けました。そんなソニックたちの前に、再び例の少女が姿を見せます。その少女は、あなたは危険。あなたの存在が、ドクターを苦しめる。と言い残し、再び姿を消してしまいます。ドクターって誰のことだ？不思議なことばかり起こる島に、電脳体となってしまったエミー。そして、なぜか襲いかかってくる少女。謎は深まるばかりです。そうこうしているうちに、カオスエメラルドがだいぶ集まってきました。あと一つエメラルドを見つけることができれば、いよいよスーパーソニックに変身できます。ところが一方で、ここの友達の手がかりは全く見つかりません。そんな時、突然空に不思議な光が現れ、ソニックたちは不思議な空間に迷い込んでしまいました。エミーの体が元に戻っており、周りで爆発が起こっています。そしてなんと、今まで一緒にいたココが、人型の生命体へと姿を変えていました。人型になったココは、周囲の爆発には目もくれず、誰かの元へ駆け寄っていきます。ソニックとエミーがその方向を見ると、そこにはもう一人、謎の生命体の姿がありました。そして二人は固く抱擁を交わし、お互いを見つめ合います。その時周囲が再び光に包まれ、気づくとソニックとエミーは、元の世界に戻ってきていました。エミーがココたちの元に駆け寄ると、そこには動かなくなった二つの石像が。何が起きたかはわかりませんでしたが、それでも目の前の石像の表情を見ると、ここの願いが叶ったことは明らかでした。そしてここが探していたのは、友達以上の存在だったことも。そんなココたちの様子を見たエミーは、彼らと自分の状況を重ね合わせ思い悩みます。さっきのココたちは、まるで今の自分。思いを伝えるために、脇目も振らず一直線。でも、それで振り向いてもらえないのであれば、自分がもっと素敵な女性になる必要がある。そんな思いを抱いたエミーは、これから自分がなりたい姿を探すつもりだと、ソニックに伝えます。そんなエミーのことを、応援するソニック。二人の間に、どこかロマンチックな雰囲気が漂います。そうしているうちに、以前ソニックを投げ飛ばした巨神、ギガントが再び姿を現しました。まだ全てのカオスエメラルドを集めきっていませんでしたが、出てきてしまったものは仕方がない。ソニックはギガントに、リベンジを挑みます。ギガントの攻撃をかいくぐりながら、ギガントの頭に到着したソニック。するとそこには、ソニックが探し求めていた、最後のカオスエメラルドがありました。すべてのエメラルドを集めたソニックは、そのままスーパーソニックへと変身し、ギガントと対峙します。そして激しい戦いの末、ついにギガントを打ち倒しました。勝利の余韻に浸るソニック。すると次の瞬間、ソニックの脳裏に謎の光景が浮かんできました。ダメ。何か方法があるはず。先ほど目撃した謎の生命体が、必死に何かを訴えています。この光景は一体。困惑するソニックでしたが、今度は島にたどり着いた時に聞こえた、謎の女性の声が聞こえてきました。最初の試練を乗り越えた。次なる試練は、砂のアレス島で待っている。ギガントを倒したが、エミーの体は元に戻らなかった。声の主に従うつもりはありませんでしたが、それでも今、エミーを元に戻す唯一の手がかりは、あの声の主です。ソニックはエミーに、必ず手がかりを見つけてくると声をかけ、アレス島へと旅立っていきました。アレス島に到着したソニックでしたが、島に設置された砲台からの銃撃を受け、スーパー化が解けてしまいます。仕方なく、そのまま島を散策し始めたソニック。そんなソニックの前に、またあの赤い球体が現れます。ソニックが中を覗いてみると、そこにはナックルズの姿が。なんでここにナックルズが？ナックルズを助け出して話を聞くと、どうやら彼は、ソニックたちとは別のルートでスターボール諸島にたどり着いたそうです。ところがそこで例の白い髪の少女と出会い、エミーと同じく電脳体にされてしまったとのこと。一刻も早く、彼らを元に戻す術を見つけなければ。ソニックは手がかりを求めて、アレス島を駆け巡ります。そんなソニックの前に、またしてもあの少女が現れました。彼女は、今まで観察して確信した。あなたの存在はドクターの生涯となる。と言い放ち、さっき倒した個体とはまた別の巨神、ワイバーンをけしかけてきます。ワイバーンは大量のミサイルを放って攻撃してきましたが、島の遺跡をうまく利用して、攻撃をかいくぐるソニック。そしてなんとかワイバーンを出し抜いたソニックでしたが、あんな奴に狙われていたら、おちおち手がかりも探してられません。ソニックは再びスーパーソニックになってワイバーンを倒すべく、島に散らばってしまったカオスエメラルドを探し回ることにしました。アレス島を巡って、エメラルドを集めて回るソニック。一方ナックルズの元には、さっきのクロノス島にもいたココたちが集まっていました。ナックルズが話を聞くと、どうやらこのココたちは特殊部隊員だそうで、任務に苦戦しているとのこと。ソニックとナックルズは、ココたちの任務を手伝うことにします。こうしてまたソニックは、仲間を元に戻す手がかりを探し、カオスエメラルドを探し、そしてココたちを手伝うという、三足のわらじを履くことになったのです。ですが、我らがソニックにかかれば、三足のわらじもなんのその。カオスエメラルドは順調に集まり、ここの任務も着々と達成していきます。
そんな中ソニックたちは、さっきのクロノス島の時のように、突然不思議な空間に迷い込んでしまいました。ここはまたしても人型の生命体に変化し、何かから島を守るため、防壁を建設しています。ところが次の瞬間、空から無数の攻撃が降り注ぎ、周囲に大爆発が起こりました。気づくとソニックたちは元の世界に戻ってきていましたが、彼らと行動を共にしてきたココたちは、またしても動かなくなっています。ソニックたちは、おそらく今見たものは過去の光景なのではないか、と推測します。一方その頃、電脳空間内のとある場所で、例の少女が誰かと話していました。その男の正体は、ドクターエッグマン。あの時遺跡に吸い込まれたエッグマンは、電脳空間に囚われていたのです。そして、何度もソニックの邪魔をしてきた少女の正体は、あの時エッグマンが使っていたハッキング用 AI、政治でした。詳しい事情はエッグマンにもわかりませんでしたが、どうやらスターフォール諸島に眠る古代技術の影響を受けて、政治が擬人化したようです。そしてエッグマンは、早く電脳空間から脱出する方法を見つけるよう、政治に命令します。ところが政治は、まだ安全に脱出する方法が見つからない。ここにいる間は、少なくともドクターの身は安全だと答え、エッグマンをとどまらせようとします。どうやら政治はエッグマンの部下のようですが、二人の意見は食い違っているようです。ところ変わって、再びソニックとナッコの仲良しコンビ。二人が島を歩いていると、ナックルズがあることに気づきます。島にある遺跡の一部が、なんとナックルズの故郷、エンジェルアイランドの遺跡と酷似していたのです。これは一体どういうことだ？この島は、俺の一族と何か関係があるのか？ナックルズはエキブナ族という一族の末裔で、かつ、一族の最後の生き残りです。物心がついた頃から一人ぼっちだったナックルズは、エキブナ族のことを知りたい。一族の過去に何があったか確かめたい、という強い思いを持っていました。そんなナックルズの前に不意に現れた、一族の過去を知る手がかり。突然の出来事に一瞬たじろいだナックルズですが、ソニックと話すうちにだんだんと気持ちの整理がついていき、これは一族の起源を知る大チャンスだと気づきます。そしてナックルズは、自分は一生かけて一族の起源を探るつもりだとソニックに宣言し、ソニックもそんなナックルズを応援することにしました。そうこうしているうちに、ソニックは再びワイバーンと対峙します。まだエメラルドが一つ足りない状況の中、ワイバーンの攻撃をかいくぐり、先へと進むソニック。そしてワイバーンの頭上まで到達すると、そこに最後のカオスエメラルドがありました。7つのエメラルドを全て集め、再びスーパー化を果たしたソニック。ワイバーンと互角の空中戦を繰り広げ、最後はワイバーンが放ったミサイルをうまく誘導することで、ワイバーンの撃破に成功しました。すると、再びソニックの脳裏に、例の謎の生命体の映像が浮かびます。取り込めない？なんて巨大な悪意なんだ。おそらくこの映像も過去の映像だろう。となると、この謎の生命体は古代人なのか。そんなことも考えつつナックルズの元に戻ったソニックですが、エミーの時と同様、ナックルズの体はまだ電脳体のままです。ソニックは他の島も探してみるとナックルズに伝え、次なる島へと飛び立ちました。次にソニックが訪れたのは、火山で覆われた島、カオス島。またしても島の砲台から銃撃を受けて、エメラルドを失ったソニックですが、島を散策するとすぐに、例の赤い球体を発見します。その中を覗いてみると、今度はテイルスの姿が。ソニックはこれまでと同じくテイルスを助け出しますが、その時、テイルスを閉じ込めていた赤い球体の一部が、再びソニックの体内に侵入します。エミーを助けた際は何ともありませんでしたが、その後にナックルズを助けた際、そして今回テイルスを助けた際に、また赤い球体を取り込んだことで、ソニックの体には明らかに悪い影響が出始めていました。心配したテイルスがソニックに駆け寄りますが、テイルスも電脳体となっており、ソニックの体をすり抜けてしまいます。しかし、ソニックシリーズの中でも屈指の頭脳を誇るテイルスは、広大な電脳の中に自分が取り込まれたようだ、と大まかな状況を把握していました。そしてソニックの体の不調は、おそらくスターフォール諸島に漂う、サイバーエネルギーを取り込みすぎたことが原因だと予想。テイルスは自分とソニックの体に何が起きているのかをさらに調査すべく、島の遺跡を巡り始めました。テイルスの調査により、ソニックたちの置かれた状況が、だんだんと分かってきました。この島の環境を見る限り、居住エリアではないと思う。なんだか、軍事基地みたいな。古代人の技術はカオスエメラルドの力で動いている。電脳空間でさえも、エメラルドの電力がないとスリープ状態みたいだった。スターフォール諸島の秘密が、どんどん明らかになっていく。順調に調査を続けるソニックとテイルスでしたが、その時再び、例の過去の映像が映し出されました。今度の映像では、カオス島が何者かの攻撃を受け、破壊されてしまう様子が確認できます。映像が終わった後、これと同じ現象が前にもあったと伝えるソニック。その言葉を受けてテイルスは、この島自体に情報が記録されており、それが投影されたのだろうと考察します。そしてこれまで見てきた映像をまとめると、おそらくかつてこの島に住んでいた古代人たちは、空からやってくる強大な敵と戦っていたようです。引き続き調査を続けるテイルスでしたが、そんなテイルスの前に、政治が現れます。政治はテイルスに、あなたが何をしても運命は変わらない。私の邪魔をしないで、と告げます。その言葉を聞いて、自信を喪失してしまったテイルス。ソニックにとって、僕は必要なのかな。
思わずそんな弱音を吐いてしまいます。そんなテイルスに対し、励ましの言葉をかけるソニック。お前は頭がいいし、メカにも強い。おまけに空を飛ぶことだってできる。俺にできないことができるお前を尊敬してる。ソニックの言葉、そして、島で出会ったココと行動を共にする中で、だんだんと自信を取り戻していくテイルス。そして最終的には完全に立ち直り、この一件が片付いたら、僕のやり方で平和を守る、とソニックに伝えます。エミー、ナックルズに続き、テイルスも自分がすべきこと、やりたいことが見つかったようです。そんな二人の様子を、遠目から見ていた政治。これまで完全にソニックと敵対していた政治ですが、そんな政治の心境にも、変化が生じます。ソニックとテイルスの友情を見て、他者との絆、愛情を羨む気持ちが、溢れてきたのです。もともとはただの AI だった政治ですが、古代人の技術によって姿形を獲得し、さらには心まで芽生え始めようとしていたんですね。そんな中、ソニックたちの前に、3体目の巨神、ナイトが姿を現します。すでに6つのエメラルドを集めていたソニックは、おそらく最後のエメラルドはナイトの頭上にあると予想し、ナイトの体を駆け上ります。そして案の定、ナイトの頭上で最後のエメラルドを見つけたソニックは、そのままスーパーソニックに変身し、ナイトと決闘。その巨体に似合わず俊敏なナイトに手こずりますが、最終的にはナイトの剣を奪い取り、その剣でナイトを打ち倒しました。ナイトを倒した直後、再びソニックの脳裏に、古代人の過去の映像が浮かびます。まだだ。せめてあいつの対組織だけでも封印するんだ。あいつとは一体誰のことなのか。この映像の謎は深まるばかりでしたが、ソニックは次の島へと向かいます。4つ目の島、レイア島にソニックが降り立つと、突然島のあちこちに塔が出現しました。そしてまた、例の女性の声が聞こえてきます。最後の鍵が現出した。6つの塔を止めよ。その時運命の歯車が動き出す。相変わらず声の主の意図はわかりませんでしたが、ソニックはひとまず指示に従います。そして一つずつ塔を停止していくソニックですが、その度にソニックの脳裏に過去の映像が投影され、過去に何があったのかが、徐々に鮮明になってきました。まず例の古代人たちは、もともとはソニックたちの住む星とは違う星の住人だったようで、カオスエメラルドも古代人たちの星にあったようです。しかしある時、古代人たちの星が何者かによって破壊され、古代人たちは故郷の星を脱出。しばらく宇宙を放浪した後、ソニックたちの住む星に降り立ったとのことでした。そしてスターフォール諸島に居を構えた古代人たちは平穏な日々を過ごしていましたが、ある時、自分たちの故郷を滅ぼした敵、ジエンドが、古代人たちを追ってきたことが判明。古代人たちはカオスエメラルドの力を利用した防衛システムを島に配備し、さらにジエンドと戦うために、4体の巨神を作り上げました。その後、いよいよ星に迫ってきたジエンドと戦った古代人たち。ジエンドの持つ強大な力を前に前線しますが、残念ながら撃破することはできず、ジエンドを封印するのがやっとでした。4体の巨神のうちの1体に、ジエンドの悪意を封印し、残りの3体に対組織を封印。ジエンドの力を大きく削ぐことに成功したのです。しかしそれでもジエンドは完全には力を失っておらず、封印を解くチャンスを今か今かと伺っていました。そして今回、島に降り立ったソニックを利用して、自らの封印を解こうとしたのです。何も知らないソニックを巧みに誘導し、島の設備を次々と稼働させ、自分の体が封印された巨神を破壊させたジエンド。そしてソニックが、ギガント、ワイバーン、ナイトの3体の巨神を倒してしまった今、ジエンドの体が解放されてしまいました。まだ最後の巨神に封印された悪意は残っていますが、力の大部分を取り戻したジエンドの手にかかれば、最後の封印も簡単に解かれてしまうでしょう。今すぐ手を打たないと、大変なことになる。そう思っていたソニックですが、サイバーエネルギーに汚染された体がついに限界を迎え、魂が電脳空間に飛ばされてしまいました。そしてその代わりに、これまで電脳空間に囚われていたエミー、ナックルズ、テイルス、そして、エッグマンが現実世界に戻ってきます。変わり果てたソニックの姿を見て、愕然とする仲間たち。またエッグマンが電脳空間から出てきたのを見て、政治が焦り出します。そう、実は政治にはもともと、エッグマンを電脳空間から出すつもりはなかったのです。政治は最初に島の遺跡に侵入した際に、かつてスターフォール諸島をジエンドが襲い、そして古代人たちの手によって封印されたことを知りました。しかしそれと同時に、その封印が近々解かれてしまう可能性があることも知り、彼女はジエンドの脅威からエッグマンを守るため、彼を電脳空間に閉じ込めたのでした。政治はエッグマンに、ここにいては危険だと告げますが、聞く耳を持たないエッグマン。そんな時、空からジエンドの声が聞こえてきました。我が願望が成就する約束の時は近い。もう時間がありません。その時、テイルス、エミー、ナックルズの3人が、ソニックを連れ戻すべく動き出します。自分たちが再び電脳空間へと飛び、ソニックの魂を連れ戻そうとしたのです。ソニック、僕にしかできないやり方で、君を救うんだ。まだ、素敵なレディーになった私を見てないじゃない。これで貸し借りなしだぜ。各々がソニックに声をかけた次の瞬間、3人の姿が消え去り、代わりにソニックが戻ってきました。3人の作戦は成功したのです。仲間たちが助けてくれたことを知り、感謝を伝えるソニック。また、ソニックが戻ってきたのを見た政治は、すぐさまエッグマンの元に駆け寄りました。もはやジエンドの復活は時間の問題。復
復活を阻止するのはおそらく厳しい。それならばいっそ、ソニックの持つ道の可能性にかけ、復活したジエンドを倒すしかない。ソニックと協力するなんてもってのほかだと、政治の要望を突っぱねたエッグマンでしたが、政治の必死な表情に心を動かされ、しぶしぶ協力することを決めました。そして、ソニック、政治、エッグマンの3人で、カオスエメラルドを集めて回ります。最後の島、ウラノス島を駆け回り、エメラルドを回収するソニック。6つのエメラルドを集め切ったその時、最後のエメラルドを持ったエッグマンがやってきます。貴様はトロイから見つけてきてやったぞ。片付けてこい。エッグマンの声かけに対し、期待は裏切らないぜ、と答えるソニック。そんな、敵同士なのにどこか信頼感のあるやりとりを見た政治は、思わず笑みを浮かべたのでした。エッグマンから最後のエメラルドを受け取り、スーパー化を果たしたソニック。作戦はこうです。まず最後の巨神を倒すことで、封印されていたジエンドの悪意を解放。わざとジエンドを復活させ、その上で倒す。最後の巨神、シュプリームと激しい戦いを繰り広げ、見事シュプリームを打ち倒したソニック。そしてとうとう、ジエンドが復活します。ジエンドを倒すためには、スーパーソニックの力だけでは足りない。そう感じ取った政治は、動かなくなったシュプリームに乗り込み、スーパーソニックと共にジエンドの元へ向かいます。そんな政治の後ろ姿を見て、不意に胸騒ぎがしてきたエッグマン。政治は最高傑作。心配無用じゃ。政治の無事を祈るような気持ちで、エッグマンはそう呟いたのでした。ジエンドの元にたどり着いたソニックと政治は、ついにジエンドとの最終決戦に挑みます。我は、宇宙の秩序を司る調律者であり、裁定者。我が調律と裁定があってこそ、あまねく生命は安寧を得ることができる。多くの生命は今、我の導きにより安らぎの中にある。自らを宇宙の裁定者と称するジエンドは、生命を導き安らぎを与えるという名目で、これまで多くの命を奪ってきました。これ以上、そんな身勝手な真似を許すわけにはいかない。ソニックと政治はジエンドの攻撃をかいくぐり、精一杯の攻撃を加えます。そして、政治とソニックの連携攻撃で、ついにジエンドにとどめを刺した。神を燃えたのですが、ジエンドは最後の悪あがきとして、ソニックたちを巻き込んで自爆しようとします。その気配を感じ取った政治は、シュプリームを操ってジエンドに突っ込みました。そして自らの身を犠牲にして、ジエンドの自爆を阻止したのです。お父さん、褒めて、くれる。自分を生み出してくれたエッグマンに対する、まるで幼い少女のようなメッセージ。それが、政治の最後の言葉となりました。地上に戻ったソニックは、電脳空間から解放された仲間たちと再会します。一方で政治を失ったエッグマンは悲しみに暮れ、空から降り注ぐかけらを眺めていました。すべてを取り戻したソニックと、大切な存在を失ったエッグマン。彼らは今後どのような物語を紡いでいくのか。ソニックシリーズの今後が非常に楽しみになりますね。ところが、今作の物語には裏設定が多くて、今紹介したメインストーリーを追うだけでは、その全貌をつかむのはなかなか厳しいかと思います。そこで次の動画では、ソニックフロンティアに残された数々の謎を解説していく予定です。例えば、ここやジエンドは結局何者なのか。電脳空間とは何だったのか。古代人はその後どうなったのか。このような謎について、ソニックフロンティアのやり込み要素や開発者のインタビュー、英語版などの内容を駆使して徹底解説していくつもりですので、ぜひ楽しみにしていてください。動画を見逃したくない方は、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。